どうもいつもお世話になっております。抜け丸です。今回は、極アルシュベルド透滅戦の解説動画になります。まずマーカーはこのように置いています。それでは解説を始めます。このボスは3つの特徴があります。1つ目は、コンテンツアクションに回復薬グレートがあります。ヒーラー以外も、自分のタイミングで HP を回復できます。2つ目は、ボスの技には全て詠唱がないことです。3つ目は、方向指定がないことです。まず最初に全体攻撃が来ます。ボスが手を挙げたら、左右反面攻撃が2連続で来ます。この範囲は、反面より少し広く、タゲサ横の矢印あたりまで届きます。そして、2発目が早いので、予兆が消えたらすぐに移動をしてください。ボスが南へ移動して、中央に都心ラインが出ます。同時にヒレに頭割りマーカーがつきます。着弾の順番は、都心の範囲が来てから頭割りの着弾になっています。都心の範囲は2種類。赤なら中がアンチ、白なら外がアンチです。アンチの中でヒーラー対象の44頭割りを受けます。マクロによっては、白範囲の時は横で44に分かれることもあります。例として、都心前はボスを見て左側に待機。都心後、MT 組がボスを追いかけるように動くと、自然に44に分かれやすいです。ST は殴りやすい MT 組に入り、53で受けても構いませんが、事前に相談しましょう。頭割り後は、足元に2連続の円範囲が出るので、避けましょう。続けて、北から波のように迫ってくる範囲が来ます。先ほどの円範囲は、1発目の範囲の縁に2発目を出すと波が避けやすいです。その後、もう一度都心と頭割りが来ます。今度は先に来ていない方の都心範囲が来ます。先ほど同様、都心前にボスを見て左側に待機し、都心後に MT 組が近づくというルールなら考えることが減るかもです。ボスが3回突進し、それぞれの突進後に円状に広がる範囲が出ます。コツはとてもシンプルで、3回目の円範囲予兆の縁で待機し、予兆が消えたらその跡地の外周側へ入るのが簡単です。全員に円範囲が来るため3回します。同時に反面攻撃も来ます。まずは反面の向きを確認したいですが、ここはモーションがと覆っても分かりにくいです。個人的なアドバイスとしてはタゲサと尻尾を見ましょう。尻尾がある方がアンチです。ここの猶予は少ないので、なるべく近接がボス側、遠隔が外周側というくらいの雰囲気3回で OK です。ただ、反面のアンチが先に分かった人は、外周側へ詰めてあげると、他の人が助かる場合があります。ボスがお尻を上げたら、尻尾の直線反に攻撃です。地味で忘れがち。基本的にボスの後ろには立たない方が安心です。頭割りからの左右反面攻撃が来ます。頭割りは、ボスが飛んでくるのでなるべくボスに寄って受けましょう。タンク塔2つと通常の塔4つが出現します。出現パターンは2つで、タンク塔が東西または南北のどちらかに出ます。基本は MT が北または西、ST が南または東のタンク塔を担当します。残りの塔は6人中4人が入れば OK なので、マップを基準に基本3回で処理します。塔踏み前に全員の足元に3連続の円範囲が出ます。近接は中央、外、中央。遠隔は中央、外、最外周の順に捨てるとスムーズです。重要なのは、3つ目の円範囲を塔に被せないことです。3つ目の円範囲を捨て終わってから塔に入りましょう。塔の後には白い結晶が残り、敵の攻撃が当たるとそこから円範囲が派生します。中央から十字にエクサが派生します。結晶にエクサが当たると、そこから円範囲が派生します。特にタンク塔の結晶は範囲が大きいので注意です。エクサを避けるときは、タンク塔の結晶がある方向を意識して動きましょう。中央からエクサが何回か来ます。この時、タンクまたは DPS4 人に円範囲が来ます。
何もついていない人に当ててしまっても問題はないですが、エクサのアンチで近接はボス近く、遠隔は離れて円範囲を受けましょう。ちなみにこの位置、十字と X 字どちらのエクサでも完全アンチらしいです。遠隔の人は楽をしましょう。尾行の全体攻撃です。軽減をしっかりしましょう。続けて全体攻撃が来ます。サイコロギミック。全員に1から8の番号がつく、いわゆるサイコロギミックです。若い番号から順にボスが突進して反面攻撃をします。反面は突進前にボスが手を引いている方から固定できます。この場合は、ボスが右手を引いているので、突進後に右手から反面攻撃が来ます。処理方法は、この図のように左手を引いていたら東から時計回りに1、2、3、4とマーカーに行き、右手なら西から半時計回りにマーカーに行きます。他の人は中央側です。突進着弾後に反面攻撃が来るため、着弾後は中央へ移動してください。その場に残ると被弾します。1から4番が終わったら、5から8番も同様に処理します。この場合、ボスは右手を引いているので、同じ方向の D 側から半時計回りにマーカーに行きます。突進を受けたら、中央に行く動作を忘れないようにしてくださいね。中央側はアンチなので、近接はボスを追いかけて殴ってもいいです。ただし、自分の誘導する順番を忘れないでくださいね。2分バーストは、サイコロギミックが終わったらが良いと思います。塔ギミックです。同じような基準や3階で塔に入りましょう。ちなみにここのタンク塔は南北パターンしかありません。塔ギミック後、頭上マーカーが1人につきます。一定時間後、対象者にビーム予兆が来て、追うようにビームが回転していきます。頭上マーカーがついた人は、東でビームを誘導し、他の人は西に行きましょう。ビームを東から誘導することで、若干東に寄っている北側のタンクの結晶が先に爆発します。その結果、西にいる人たちはボスに近づいたまま殴り続けられます。誘導のコツは、必ずボス近くの外周で誘導を開始することです。離れて誘導するとビーム開始地点が悪く、アンチを狭くします。ビームは3回派生し、それぞれ記載したものが複合しています。頭割りの基準は、前半の44同様にボス近くが MT 組で、ST 組は離れます。3回目の3回は、ビームが終わった後着弾まで時間の猶予があるので、落ち着いて3回しましょう。フィールドを交差して縦横に進む直線範囲です。最初は中央に入るのが簡単ですが、近接は殴りたければボス近くで避けてください。この後に連続の左右反面攻撃が来ます。忘れずにボスを見て回避してください。外周に進んだ直線範囲は戻ってきます。同様に範囲の重なった部分に入って避けます。中央は範囲が2回通過するため、戻ってきた中央の交点は注意してください。ボスが3回突進し、それぞれの突進後に円状に広がる範囲が来ます。これもすでに説明しているので省略します。反面と全員円範囲。わかりづらい反面範囲です。コツは尻尾の方がアンチでしたね。反面アンチが分かった人から奥に詰めてあげると良いです。忘れた頃に尻尾の直線範囲が来ます。このように被弾すると少しノックバックします。ボスが降ってきた頭割り後は、着弾地点に円範囲が出ます。なるべく中央寄りで処理しましょう。
塔ギミックとエクサ。最後の複合ギミックです。まずは、同じように塔を処理し、特に危険なタンクの結晶の場所を確認しておきます。東から開始タイミングがずれたエクサが来ます。通り過ぎたエクサラインに入る処理をするのですが、タンク結晶近くのラインは特に注意してください。中央側でタンクの結晶が爆発するのを待つか、タンクの結晶が近くにないところでエクサを避けましょう。この場合ですと、中央に待機し、この1のラインが進んで、この普通の結晶が爆発したところに行って回避します。もしくは、同じく中央に待機し、この2のラインが進んで、この普通の結晶が爆発したところに入って回避します。遠隔なら、この1のラインが過ぎたら、この2のラインが来る前に外周へ逃げるのもありです。タンク塔の出現によっては他のパターンもあります。考え方は同じで、結晶に気をつけながらエクサが通り過ぎたところに入ります。おすすめは中央待機です。以降はいくつかの既存ギミックの繰り返しの後、時間切れになります。この5区は、かなりフィジカル寄りのギミックが多く、見てから対処できるものも多いです。ただし、認識のズレで全滅するものもあり、マクロ等をしっかり確認しましょう。この5区のポイントです。詠唱がないので、モーションをしっかり見る。反面アンチは尻尾を見て、分かった人が奥へ詰める。結晶に当たる攻撃は危険。特にタンク等の結晶を意識。ビーム誘導は必ずボス近くから。サイコロの反面は手を引いている側。突進後は中央へ戻る。討伐後は、剥ぎ取りを忘れずに。あとそれぞれ処理法をまとめた画像を貼っておきます。以上で解説を終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。以上で今回の解説を終わります。もしこの動画がお役に立てたら、高評価とチャンネル登録していただけると、次回動画作成の励みになります。よろしくお願いします。